はい、お牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半の星の補足説明とタロットリーディングをさせていただきますね。では行きます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド8、お月さん、カップ10の逆、そして女教皇の逆、カップページ逆、ソードキング逆、そして吊るし人。はい、気をつけることや対策はカップのキングとワンドエースとオラクルは、はい、ペンタクルスの7ですね、の逆です。最後のカードはワールドなんですよね。なるほどって感じ。まずちょっと星の話なんですけど、3月の3日が月食になります。でこの月食っていうのは満月のさらに強いバージョンだと思ってもらったらいいんですけど、なんか非常にこう精神的にいろいろこう活性するみたいな葛藤が起きたりとか、中には不安になりやすかったりとか、過剰な感覚になったりとかしやすいんですね。何に対してそうなるかっていうのは人それぞれの、状況によって違うんですけど、非常にこう一般的には感情が揺さぶられやすい時なので、なんか今興奮してるなとかって自分でこう客観的に見るとか、慌てて何かを解消しようとしないみたいなのがいいのかなと思いました。そしてなんかね、3月の2日以降って火星が魚座に入るんですけど、このエネルギーってお医者さんにとってはこう他者の人たち、グループとかなんかコミュニティとかサークルみたいなね、そういう他者の人たちと関わる機会が増えるんじゃないかなっていう感じがします。でちょっと、もう一つね、3月の11日から逆行していた木星っていうのも、木星って発展繁栄を示す今の自分のこう長期的な運気みたいなのを見るんですけど、それがお医者さんにとってはコミュニケーションとか好奇心を満たしていくとか勉強とかそういった SNS とかね、そういったところにあるので、ちょっとでもそれがこれまで逆行していたのでね、なんか空回りしてるなとか、そういう誤解が生まれやすいなって感じていた方は、3月11日以降なんかようやくなんか交渉がスムーズに進んだりとか、自分の考えもちょっとごちゃごちゃしてたけど、やっぱりこうしようっていうふうに思えたりとかで、特にこれが他者との関係、友達とかですね、SNS も含めこう情報を通して自分の思考がクリアになってくるっていうこともあるかもしれません。今実際は3月21日まで彗星が逆行しているので、本来はそういうコミュニケーションとかやり取りとか交通手段とかはできるだけゆっくりめに誤解のないようにねっていうふうに注意したい時なんですけど、それはあるけど、もう少し大きなエネルギーとしてお医者さんにとってはやっとなんか3月の中旬ぐらいからこう自分が考えていることを現実化していくとか、なんか例えば勉強するってなったとしても、ただやみくもに勉強するんじゃなくて、何の目的のために今どの勉強をするのかっていうのがしっかり分かってる方が効果が出やすいみたいに、その自分の行動もそういうのの段取りがつきやすくなるってことなんですね。ただなんとなくやってるっていうよりも、やっぱり自分はこういうふうにして生きていきたいから、だから今これをやってるんだっていうのがなんかストンと自分の中に収まって、そして行動がスムーズになるみたいな、そんな感じでしょうか。3月のね中旬、特に7日以降とか7日から10日ぐらいの間っていうのは比較的楽しい時なんじゃないかなと思います。見えない力とかそういったものに非常に守られやすい時ですね。でカードで見た時に入り口がワンドの8なので、やっぱり何か状況が目まぐるしく動いているっていうこともあるかもしれません。ご自身の過ごしている、家族の状況なのかお仕事の環境なのか分かりませんが、自分の人生の展開かもしれません。何かがとにかく動いている感じがします。でそれがすごくこれいいことなんですけども、なんとなくお医者さん的には周りが動いていて自分はそれに乗れていないという感覚になってる方が多いのかなっていう感じがしたんですよね。っていうのは、ここでもカップの10とかってすごく豊かなカードなんだけど、自分事じゃないみたいな感じがしたりとか、ここでもお月さんっていうのが出ていて、はっきりしない物事、はっきりと結果が出てないとか、なんか保証がないとか、そういうことで
結局未来は不透明なんだみたいな感覚がしたりとか、なのですごい運気は流れているけれども、果たしてそれが自分にとっていいことなのかわからないみたいな、すごく頭でしっかり考えようとしてるのに答えが出ないとか、あっちのことを考えたらこっちのデメリットを感じて、こっちのことを考えたらこっちのまた対策を感じてみたいな、いろいろ思考とか可能性が行ったり来たりしやすいなって感じがしたんです。なのでこういうのってあると思うんですよ。流れが速すぎて心も気持ちがついていかないみたいなこともあるかもしれませんよね。でもそれも含め3月中旬ぐらいからはそれがやっと段取りがついていくんだろうなとは思います。ただここで覚悟するのかどうかっていうところですね。このカードの並びを見てると、ここでそのカップのページっていうのが出ていて、これは自分の中のほのかな思いっていうか、実はこうしたいんだっていうその素直な気持ちっていうものがあるんだけど、それをそのまま出しちゃいけないみたいな感じがお医者さんの中であるのかなって思ったんです。いや、ここはもうぜひね、ご自身の感覚に忠実になってもらいたいです。みんななんか直感とかいろんなもので自分にとっての真実の感覚で出てくるんだけど、かき消しますよね。いや、今そんなこと思っちゃいけないとか、この状況ではそんなことできるわけないとか、いろいろそれを自分のジャッジでかき消してるような気がするんですね。このソードのキングのカードっていうのはものすごく真正面から見て正しいかどうかとか正当性でいくとかいう感じなんですけど、ちょっと厳しい感じなんですよね。でこれが逆位置で自分自身の可能性っていうものを自分で止めてるような感じがしたんです。でそうなるとだんだん動けなくなる。頭ではこれがいいって分かってるけど、それを自分でかき消すと動きたいエネルギーと止めるエネルギーとか重なるともう動けないですよね。そんな感じでやりたいんだけどできないとか、なんて言ったらいいんだろうな、素直にそのできないということをで今はやらない時なんだっていうふうに言えればいいんですけど、やるべきって分かってるのにできない自分をまた責めたくなったりで、もしくは本当にできないような状況を自分で作ってしまったりっていうのがあるので、ちょっと止まらされてるなって感じがします。でまずオラクルがね、やっぱペンタクルの7の逆なんですよね。でこのカードって本当は悪くないんです。ペンタクルスというこのカードコインがね7個もあって7個も実ってるんですよね、実際作物として。だけどこの人は不服そうな顔でこれでいいのかなとか、これじゃなかったんだよなって言いながら不服そうな顔をしているっていうカードなんですけど、それの逆位置なので本当は現実世界の中に豊かさがたくさんある。だけれどでもこれでいいのかな、違う気がするんだよな、どうしたらこれがもっと良くなるのかわからないなみたいな、そんな感覚に陥りやすいんじゃないかなと思ったんですね。でここでもそうです。すでに流れてきてる流れもあるし喜びもあるんだけど、なぜかそれが他人事のように感じたり、自分はもう少し違う選択をしなくちゃいけないみたいな気持ちになったりして、自分から湧いてきてるその可能性や感覚っていうのを自分でストップさせてる感じがしたので、本当にそれってストップさせなきゃいけないでしょうか。どうでしょうか。なぜ、自分から湧いてきている喜びや可能性やこうしたいという願いを自分でかき消してしまうんだろうかっていうことをちょっと自分で感じてみると、なんだ自分じゃないかみたいな、自分で自分のこと責めてたみたいなとか、何か方が外れてすっきりするかもしれないので、それをちょっと感じてみてほしいなと思ったんですね。なぜならば気づくよとは言われてるんです。でもその状態にならないと気づかないっていう感じのカードでもあるので、あえて自分を追いやって気づくんじゃなくても素直に過ごして気づいていけばいいなと思ったんですね。そして対策や気をつけることとして言われているのはこのワンドのエースというカードとカップのキングなんですけど、まずワンドのエースっていうのはやる気とか情熱とか勇気とか自分がやりたいと思ってることを伸ばしていきたいっていう感じのカードなわけです。でそれいいよって言われてるんです。実際もう運勢はじゃんじゃんそれが飛んでいるみたいな感じなので、いいんだよ、お医者さんもこの感じで自分の情熱を燃やしていいよって言われてるんですけど、なんとなくそこに現実的な
それをやったらどれだけ儲かるのかとか、それやったらどんな得が自分にあるのかとかっていう現実的な対価として測ろうとしてしまい、お金とかそういったものでは測れない価値っていうものを、測れない価値がすごく溢れようとしてるんですけれども、その溢れようとしてる可能性をも止めてるかもしれないというメッセージだなと思ったんです。本来このカップのキングっていうのはとても優しくて、もう水が流れている、溢れている、そしてその感性やアートやその情熱とかね、その喜びとか慈愛とかそういった感覚で物事を成し得ている人っていう感じなんです。感情を自分でコントロールしてたりとか安定してる人なんですね。でそれができるよっていうふうに言われてるんですけれども、こう溢れてこようとしてるものを疑いを持って見ているっていう感じがあるので、そこをちょっとご自身でもね見てみてください。特にオラクルがこのペンタクスの7なので、本当は悪いわけじゃないんだけど、なんかもっと生産性がないと携われないとか、お金がなくなるかもしれないんだから、そんな自分の喜びにばっかり使ってられないわとか、そういう感覚になってるのかなっていう感じがしました。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事、カップの5、ペンタクルスの8、ワンドキングということで、やっぱりね、お仕事を通してペンタクルスの8が出てるってことは、やっぱり仕事をしてちゃんとお金を稼ぐっていうことはできますよなんですよね。だけど何かそれだけでは物足りない、満たされない感覚っていうものがあり、なんか自分で自分の感覚をもっと喜ばせてあげたいとか、もっと達成感みたいなものを感じたいみたいなのがあるんですけど、なんか家族のために頑張っているとか、何か今は家族のために自分が犠牲になってるんだみたいな感覚があったりとか、そういう望まないことを頑張ってやってますみたいな感じもちょっとするんですね。だけどお金としてとか仕事のやり方としてはルーティンはちゃんと続いていくよっていう感じがあります。でもう一つすごく興味深いのがワンドのキングっていうカードが出ていて、ワンドのキングっていうのは十分やっていけるっていう、十分一人で立っていける闘争、ちゃんと、場を収めたりリーダーシップとして発揮したりとかして自分で責任を持って仕事していけるよっていうカードがあるので、ご自身がなんか毎日毎日同じことをしているとか、こうルーティンをこなしてるって思ってるかもしれないけど、それも自分でコントロールできるし、それができること自体が、実は仕事をちゃんとこなしてるっていうことだよみたいなメッセージだなというふうに感じました。どうでしょうか。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係また出ましたね。ペンタクスの8、そしてソードのナイト、そしてカップエースということで、なんか面白いですね。人間関係でいうとこう職場の関係性とか日常をこなしてる、なんか職場でもペンタクスの8が出たし、この人間関係でもペンタクスの8が出てるんですけど、日常のルーティンの中で出会う人たちとの関係っていうのは変わらず安定してますよっていう感じがあります。そしてだけどなんかちょっと不満みたいなのも感じるのかなって感じがしますね。なんか相手に対しての、自分はこんなにもしっかりとやってるのに相手はちゃんとやってくれてないみたいな感じになったりとか、何かこのソードのナイトっていうのはちょっとこう消しかけていくみたいなエネルギーとか活性してる感じなんですね、こう意識が。なので人間関係に関してももっと相手に何かを言いたいんだ、本当は伝えたいんだっていう思いがあるっていう感じで、もそうかと思えばすごく嬉しいことがある。カップのエースっていうのは喜びが溢れている、そうだったのみたいな感じとか、こうほっとする気持ちとか
ワクワクする気持ちとか、誰かを愛する気持ちとか、何かがこう湧いてきてるよっていうのもあるので、関係性は比較的いいんです。だけどいろんな感情があるんだなと思うんですよね。まあそれでも仕方ないかもしれませんね。3月3日月食だから、月食の付近ではこういろいろ感じるものですから、自分の喜びと役割っていうものをなんか感じてみたり、葛藤してみたり、日常も悪いわけじゃないけど、なんか何かを変えたくて、何かをこううまくいかせたくて、できてないところに目がいったり、関係性に目がいったりみたいな、自分をもっと知った激励したくなったりみたいな感じがありますね。まあでもなんかちょっとこのトータル的に見て思ったのは、ちょっとお医者さん自分のことを厳しくしすぎみたいな感じがありました。やっぱね、オラクルがキーなんですよね。このペンダクスの7っていうのは実際は豊かなんです。でも何かもっと感情的な充足感っていうのが欲しくて現実を変えようとしてる。もっと何かを生産的になればもっと自分は充足するのかもしれない、充足感入れるかもしれないとか、こういろんなことをこうやろうとするっていう感じがあるんですけど、まずはこの自分で自分を止めてる部分とか、例えばの話ですよ、なんか SNS とかでじゃあこんな配信してみようかなとかって思っても、いやいやそんなこと言ったらダメでしょみたいな感じで自分で自分をかき消すみたいなね感じがあるので、いやそういうの関係なしにやっていってくださいみたいな感じです。なぜならば何かが生まれそうな時だから、自分からそのまま喜びに沿って表現していったらいいし、誰かの言葉を気にして行動を止めなくてもいいよみたいな感じです。なぜならばやっぱり深いところでは分かり合えるっていうか、自分が自分の本心から来る行動をしていれば、もしくは発言をしていれば、それは通じる人には通じるし、すごく豊かなね関係性があるよっていうふうに言われているので、安心して今の中での喜びを感じてもらえたらなと思いました。いかがでしょうか。なんか通じましたとか少し参考になりましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。大志座さん、これかな。はい、いかがでしょうか。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージを受け取ってくださいね。いいですね。キンシップということで、やっぱりコミュニティとか自分が所属しているグループとか仲間友達と集ってねって感じがします。そしたらより一層豊かさを感じられるかもしれませんね。はい、ということでありがとうございました。豊かな時間をお過ごしください。失礼します。